一日の終わりに深い眠りにつきたいね。いつもありがとうございます。岡健リフォームの岡健二です。今日は外壁塗装を行う時の施工方法、自社施工と下請けを使う外注施工とではどちらが得なのでしょうか。自社施工か下請けを使うのかという違いというのはご存知の方も多いと思います。その理由は手を抜くか抜かないか、そう考えている人もおられますし、もしくは下請けを使うと中間マージンが膨らむとか、そう思っているお客様が多いようです。しかし、あまり知られていないメリット、デメリットがあります。本当に、お客様からよく質問されるんですけれども、外壁塗装をするときは何軒かの会社に見積もりを取ります。一つの会社では相場がわからないので、何軒かの塗装店に見積もりを取ります。その時にお客様から聞かれることがあります。足場を建てる時にカーポートの屋根をめくったりする時の料金は入っていますかとよく聞かれます。他の業者さんはカーポートの屋根をめくって足場を立てる、その時のめくる代金を見積もりに入れている場合があるそうです。で、岡健さんはどうやるんですか、めくるんですか、めくらないんですかとよく聞かれます。その時に、私たちは、自分ところの職人がそのカーポートの屋根をめくるかめくらないか判断しますので、もしめくる必要があればめくりますし、めくる必要がなければめくりません。どっちにせよ、見積もりの料金には入っていませんとお答えします。しかし、外注施工、下請けさんに仕事を任しているお店ですと、塗装は塗装屋に発注し、カーポートの屋根をめくってまたそれを戻すのはエクステリア業者という業者やサッシ屋さん、外光屋さん、そういう業者さんに発注します。ですからその分だけ余計に費用がかかります。しかし私たち岡健リフォームでは工事が始まりますので、そのお知らせを前もってご近所さんにお知らせに行きます。そしてその時にお客様のカーポートの屋根をめくります。ですから余計な費用はかかりません。これが自社施工と外注施工の違いです。その他にも屋根ですね。屋根のてっぺんなどに板金という鉄板が張ってあるお家があります。で、その板金が台風とかでめくれていったりとか破損したりとか経験するお客様がいるんですけれども、もしくはその鉄板がですね、錆びついてボロボロになっているとか、そういう時に塗装するのと一緒に直してほしいと言われます。もしくはこの雨どいですね、雨どいが割れているから交換してほしい、そういうふうに頼まれることがあります。そういう場合に、自社施工の会社ですと安く済みます。塗装の作業をしている間にできるのです。塗装をすればしばらく塗装が乾くのを待っていなければなりません。その乾くのを待っている時間に板金の交換をしたりとか、雨どいの交換をしたりできるのです。塗装をして乾くのをボケーっと待っていても、板金の交換をしてもいちいちの作業時間は同じです。しかし外注施工、下請けさんに頼む場合はどうでしょうか。これも屋根塗装は塗装屋さん、板金や雨どいは板金屋さんに発注します。余分な費用がかさみます。他にもこんなケースがあります。軒天がめくれて張り替えたい場合です。軒天とは屋根がありまして、屋根があって外壁があります。外壁と屋根のこの屋根の裏側のこの天井のことを軒天と言います。
これがよくシミがついていたり、カビが生えていたり、めくれたりとみっともないので交換したいと言われるお客様が結構おられます。そんな時、自社施工の場合は塗装作業と並行して軒天の作業を行います。岡県リフォームではそのようにしています。その方が費用を削減できます。しかし、下請けに発注している業者さんの場合は、外壁は塗装屋へ、軒天の作業は大工さんに発注します。無駄な経費がかかります。これらがどのように無駄なのでしょうか。足場を立てる前にカーポートの屋根をめくる場合、外注施工をしている業者さん、下請けに発注している場合ですね、サッシ屋さんが自動車に脚立を乗せてお客様宅まで作業に来ます。作業は半日もかからないのが一般的です。しかし、サッシ屋さんは半日分の作業代の請求をしてきます。その上、移動時間やガソリン代や車の諸経費も請求に含みます。車の諸経費というのは2年に一度の車検代、1年分の保険代、車の購入費などを計算して1日あたりで割り算します。その費用も請求されるのです。それは当然のことです。どんな業界でもそれは当たり前です。そして下請けに発注している業者は、そのサッシ屋さんの請求金額に自分の利益を上乗せしてお客様に請求することになります。しかし、岡県リフォームの場合ですと、足場を立てる前にご近所様に工事開始の挨拶に行きます。そのご近所さんの挨拶に行ったついでにカーポートの屋根をめくるようにしています。ですから費用は一切かかりません。屋根の板金や雨どいの交換や軒天の張り替えの場合はどうでしょうか。下請けさんに発注している場合は、板金屋さんや大工さんも同じく自分の車に道具を積んで現場に行きます。半日もかからない仕事でも半日分の手間賃を持って帰ります。当然です。移動時間も手間賃なのですから。半日ちょっとの仕事ですと1日分の手間賃を持って帰ります。材料代はもちろん別です。そして外注発注している元請けさんは塗装屋さんと板金屋さん、大工さんの請求金額に上乗せをしてお客様に請求します。しかし、岡県リフォームでは自社施工なので塗装作業の合間にそれらの工事を完成させます。朝お客様宅に着いたらもろもろ作業をし、夕方に帰社しますので往復経費も余分にかかることもないのです。これが自社施工の塗装屋ができるお客様に対するおもてなしの一つなのです。ですから、お客様のお役に立てるためにもいろんな作業をこなせるように職人たちは日々勉強しております。すべての建築作業ができるわけではありませんが、できる限りお役に立ちたいと考えていますので、何でもご相談ください。瓦の在庫や雨どいの部品の在庫、エアコンの外についているエアコンのこういうエアコンダクトと言いますけど、こういう配管ですねの在庫などをお持ちでしたら無料で交換させていただきます。地域に根付いた職人仕事と日本の心を守ります。ありがとうございます。